どうも、ベトナム在住のうちです。今日はね、このスーパーカブ、リア周りをね、いろいろ取り付けていきたいと思います。まずはね、このステップから取り付けていきます。前側はね、この、パンク防止の泥よけもね、セットで付けます。ステップ取り付けてね、こいつもつきました。この効果がね、どれぐらいあるのかわかんないんですが、一応ね、リアのパンク防止用の泥よけです。さて次は何いこうかな。次ね、キックペダルいきます。これがね、また問題があるはずなんだな。コピー部品です。作りが悪いのはいいんだがバリがすごすぎる。ちょっとバリ削ってきます。ここのバリはね、削ってきました。削ってまだ何かバリある？ちょっとぐらい叩いてもいいやろ。それでこいつを閉めて13ミリね。どうしようかな。12ミリのナットじゃないや、ボルト探していきます。もともとついてたのがね、13ミリの頭だったんで12ミリのに変えます。こういうところはね、やっぱちゃんとしていきたいですよね。ちゃんとしていきたいというか、本来ここ純正は10ミリなんだよね。まあまあそれはいいや。で、一番の問題はこいつはどうにかいけてんのか。ベトナムでね、このコピー部品のキックペダルをつけると、こう開いた時にね、ひどいやつだとね、ここら辺で止まるやつがあるんですよ。で、中削らなきゃいけないんだけど、これだいたい生きてますね。だいたい生きてるけど、ちょっとこれ下がってるんだよな。まあいいや、これならキックできるから OK にしよう。キックペダルはね、ベトナムでつける場合は純正品探した方がいいです。次はここのバネ取り付けですね。ここのね、スプリング取り付け、これはね、純正がいいです。コピー部品使うとね、数回踏んだだけでバネが伸びちゃうんですよ。純正品ならね、大丈夫。まあこれはね、コピー部品なんですけどね。でも下がんないんだよな。もうちょい上か。これならいけるでしょう。コピー部品はね、こういう調整が大変です。次はここのブレーキロッドっていうのかな、なんていうんでしたっけね。純正部品ってね書いてありますけど、もちろん懲りもせずにコピー部品を使います。
これでこいつはちょっとグリスにいいか。こいつは仮付けだったんだな。ナットがはまらない。ちょっと広げてあげないとね、はまらない。まあコピー部品はね、こうやって使っていかなきゃしょうがないんですよ。やりすぎか。まだダメかい。いや、これでどうよ。いかんか。入った入った。ね。こんなもんじゃない？まだチェーン貼ってないからね。よいしょ。ペダルの方はね、こんなゴムつけておきます。で、OKでしょ。何かがうまくはまってない。開いてたか。OK。そんでね、このキックペダルはやっぱり何かがおかしいですね。下がってんですよ。キックしかないバイクにこれ辛いんでね。まあどっかでね、新品というか本物をちゃんと探しておきます。それではね、次はこのチェーンとねスプロケットつけていきます。あれ、ネジがはまらないぞ。なんだこれ。いやー、なんか今日はいろいろとダメだな。これね、ネジ山がない。いやいや、まさかね、ネジ山が作ってないとは思わなかった。こっち側もあるけど、なんかうまく刺さらないしそもそもね、メーカーがサンスターにね似たマークですけど、ポップスターって書いてますねいやー、ネジ山切ってもいいんだけど、もう一個スプロジェットあったはずだな。探してきます。家にねありました。タイのメーカーのやつで、中古品一回使ってるやつなんでね、なぜかこっちだけ削れて、こっちが削れてないけど、これならね普通に入っていくもんね大丈夫やんね。もういやー、なんか今日はコピー部品との相性が悪いというかね、コピー部品は使っちゃいけないんですよ。まあそれでもね、あれば組み立てれるんでね、役に立ちますけども。よいしょっと。これはチェーンつけないとはめれないんだな。よし。チェーンはね、さすがにコピー部品じゃなくてちゃんとした、大同工業、メイドインジャパンですね。
本物だと思うんですけど、こいつはめていきます。OK でしょ。これって閉めるとね、なんかちょっと、あら、今回の方がきついぞ。こんなもんでしょう。これね、この泥よけじゃないや、チェーンガードをつけていきたいんで、ここがねボルトナットじゃなきゃいけないんだけども、まあいいんじゃない？ね、あれ？なんでここにこんなに隙間空くの？これつかないのか。ここにカーラー入れてもいいんだけどな。なんか今日はコピーバイクじゃないや、コピー部品の全てに裏切られるな。どうしよう。いやここナットつけなきゃいけないしな。純正のやつつけといた方がいいのかな。どっかに1個あったと思うんだけどもな、かなり錆びたのが。ちょっとね、これは諦めて、今日はあとマフラーつけて終わりにしよう。いやー、なんか今日はね、いろいろうまくいかないですよね。このマフラーね、サビサビのやつをメッキの上からなんだっけ、耐熱塗料を塗ってあって、本当は今回それをね剥がしてもう一回きれいに耐熱塗料を塗ろうと思ってたんですけど、なんかもうめんどくさくなってきてこのまんまつけちゃおうと思います。よし、あ、そっか、SS50 用に一回加工してるんだこれ。よいしょ。これの位置をね戻してきました。これで入るよね。で、前側ね緩み止めに銅ワッシャー入れるのがいいっていうんで、銅ワッシャープラスロックナットです。やりすぎも良くない？マフラーの方ねつきました。なんか今日はねいろいろ中途半端になったんですけども、これで終わりにします。それではまた。